はい、皆さん、こんにちは。ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。ということで、ずっとマイク持ってるの辛いので、マイクを設置させてください。お願いします。よし、マイクを設置し終わりました。ということで、今日何について話していこうかと言いますと、ちょっと待って。みんなが今日元気かどうか確認するの忘れてたわ。はい、皆さんお元気でしたか？僕はね、めちゃめちゃ元気です。はい。さっきね、ジムに行ってきて、体を動かしてきたんで、もうとてもね、体が元気です。はい。ということで、今日何を話すかっていうと、やっぱり冬よりも夏の方がいいよねっていうことについてちゃんと話していこうと思う。僕今までね、ポッドキャストで夏の方が好きだよっていうことを話していたわけよ。だけど、その内容について、詳しくは語ってこなかったよね。もう冬は寒くて外に出られないとか、そのくらいの理由しか言ってこなかったと思う。で、だからね、今日は、もうちゃんと理由をつけて、ちゃんと論理的になぜ僕が冬よりも夏の方が好きなのかっていうのを話していきたいと思うわ。これ聞いてるみんなはさ、夏と冬どっちが好きなんだっけ？コメント欄に書いてほしいんだけど、なんでね、こういうポッドキャストを今日撮ろうと思ったかっていうと、YouTube のチャンネルでね、この YouTube のチャンネルで、ポッドキャストを撮り始めた頃の、もう初期のポッドキャストを聞いてみたわけよ。そしたらね、もう夏は蒸し暑くて最悪だっていう趣旨の発言をしてたわけ、僕が。だからね、夏って、夏にいる自分にとっては、夏は本当に最悪だと思うんだよ。だけどね、冬に今生きているこの自分、この僕にとっては、冬が最悪なんだよ。で、夏よりもね、冬の方が悪いと思うの。夏よりも冬の方が過ごしにくいと思うんだよ。で、それをね、思ったので、皆さんにね、なぜ僕がこういう考えに至っているのかっていうのを、もう真剣に話したい、今日は。だから今日は結構、真面目な内容のポッドキャストになっちゃうと思うんだけど、みんな準備できた？大丈夫？で、日本にはね、四季があるんですよ。4つの季節がある。で、その4つをね、順位付けするとするなら、春と秋は確実に夏よりも冬よりもいい。だから、春と秋については、今回は考えない。だから今回は、冬と夏を比べたときに、夏の方が絶対にいいよっていうことについて、みんなに話していくわ。で、やっぱりね、今冬じゃん。もう、冬に生きてると、もう夏の方が過ごしやすいなって思うことたくさんあるわけよ。だから、今日はそれを一つずつみんなに共有していくような、そんな時間になると思うから、みんなよろしくね。じゃあまず、冬が不便だなって思う一つ目の理由なんですけど、加湿器ですね。加湿器。何回か前のね、ポッドキャストで、加湿器を購入しましたっていうことをみんなに話したんだよね。で、加湿器はいいんだよ。結構いい。なんでかっていうと、普段暖房を使ってると、
もう部屋の中が乾燥してきちゃうからね。もう自分の肌にも良くないし、ウイルスが蔓延しやすくなるし、しかもね、静電気がたくさん発生するようになる。だから、部屋を潤しておくっていう意味でも、加湿器はね、相当重要な役割を果たしていると思うんだけど、加湿器をね、使っていましたら、予想外の出来事が起きました。うん。そもそもね、僕はね、加湿器をこれまで一人暮らししている間に使ってこなかったから、加湿器に対しての知識が乏しいんですよ。うん。で、実家に暮らしていた頃はね、僕の、母親が特に、加湿器のお手入れをしていたと思うんだけど、今はね、この家に母親いませんから、もう自分で何もかも手入れをしなきゃいけないんだよ。でさ、加湿器、僕結構家にいること多いからさ、加湿器を結構長い間使ってたわけ。うん。確か加湿器を購入したのが、10月だったと思うんだよな。で、10月に購入して、今が12月の後半でしょ。うん。で、確か、12月の前半に、加湿器の音がめちゃめちゃうるさくなったの。加湿器ってこんなに音うるさかったっけって思うくらいうるさかったの。実際にどんな音だったかっていうのは、この口ではね、表現できないんだけど、もうとにかくうるさかったわけ。でもね、もともと僕の加湿器は音を発するタイプだったんだよね。なんでかっていうと、前も説明したんだけど、スチーム式の加湿器なんだよ。僕の加湿器っていうのは。だから、中でずっと水を沸騰させてるわけ。で、水が沸騰して出てきた水蒸気とか湯気を、部屋に放出して部屋を加湿するっていう、そういうタイプの加湿器なんだよね。うん。で、加湿器を普通に使ってたら、ある日ね、突如、すごいうるさい音になってきたんだよ。で、その音ね、うるさかったんだけど、もうしばらく放置してたんだよ。なんか原因不明でよくわからないけど、長く加湿器を使ってたら、こういう風な音もしてくるのかなって思って、普通に使ってた。うん。だけどね、その音がうるさすぎて、僕が寝てる時に起きるようになっちゃったんだよ。いや、それめっちゃ迷惑じゃない？僕もね、学生の頃とかは、僕ね、結構遠い学校に通ってたんだよね。だから朝早くに起きなきゃいけなくて、で、アラームが鳴ると本当に不快な気分になってね、朝。うん。で、だからやっぱり、寝てる時に大きな音が鳴って起きてしまうのってめちゃめちゃ不快じゃん。めっちゃ不快でしょ？で、現象が加湿器で起こったわけ。で、それがアラーム代わりになるんだったらいいよ。例えば、朝早く起きなきゃいけなくて、で、加湿器の音がうるさいことによって早起きできるっていう、それだったらいいんだけど、もう本当に外が真っ暗な時間、だから例えば夜中の3時とか4時とかに音がうるさくて起きるようになっちゃったわけ。もうそれって本当に迷惑でしょ。うん。だから、僕もね、もうずっと今まで言ってきたけどさ、もう睡眠の質をすごい重要視する人間だから、いや、これ睡眠が害されるんだったら、ちょっと原因を究明しなきゃいけないなって思ったわけ。うん。でね、とある日ですよ。ずっとその問題も放置してたんだよ。音がうるさいけど、我慢してたわけ。で、とある日、加湿器の中の水が、まだ残ってるのに、
その加湿器が止まっちゃったんだよ。何があったんだろうって思って、その加湿器の中を見たらね、茶色い固体が、その加湿器の中に固まってたの。なんだこれって思って、なんでこんなものが発生するんだろう。なんでこんな、汚い茶色の固体が、この加湿器の中に残ってるんだろうって思ったわけ。だってさ、加湿器の仕組みって、水を入れて、その水を沸騰させて蒸気になって、で、その蒸気が部屋に放出されて、部屋が加湿されるってわけじゃん。でしょ？うん。で、だから、水が出入りしてるだけじゃん。その加湿器の中を。だから、そういう固体が加湿器の中に溜まるっていう、その現象が理解できなかったわけ。だって僕っていつも水をその加湿器の中に入れて、その水が部屋に放出されてるだけじゃんとか思ってたんだけど、そういうわけじゃないみたいだね。なんかね、そういうわけじゃないみたいだよね。うん、僕もね、今まで、20年以上、日本で、生きてきましたけれども、そんな僕にもね、知らないことまだたくさんあるんだね。で、ちょっと、なんでそうなってたかっていうことについて説明するとね、水道水って純粋な水じゃないんだね。まずそれについて完全に僕は忘れてました。うん。で、水道水の中には、ミネラルが残ってるよね。そう。だから完全な水ではないんです、水道水って。うん。その水がね、山から湧いて出てくるときに、様々な成分が水の中に入って出てくるじゃん。うん。で、僕の加湿器、スチーム式だから、その、放出されるのは純粋な水なんだよ。うん。だけど、そのミネラルは、その加湿器の中に残るわけ。固体として。で、そんなことが起きるのかと思ってね。いや、僕、加湿器はもう一回買ったら、お手入れしなくていいと思ってたの。うん。だから、すごいショックでね。いや、もしかして加湿器って自分で掃除しなきゃダメなんだと思って。で、しかも、僕の加湿器ね、もう中の構造が結構複雑で、掃除しにくいんだよね。で、その加湿器の中に溜まった茶色い固体、これどうやって取り除けばいいんだろうってすごい悩んだんだよ。うん。でね、なんかティッシュとかで拭いてみたけど、なかなか取れない。うん。加湿器を買った時に、付属でついてきたブラシがあるんだけど、それで書き出してみても、全然取れないんだよ。うん。これお手入れすごい難しそうだなって思ったんだけど、僕はね、そもそもメンテナンスとかって大嫌いなんだよ。掃除とか、点検とか、そういうものが大嫌いなんだよね。で、秋から冬に季節が変わった時にさ、僕が今こうやって使っている、エアコンの掃除もしたんだけど、もうそれもね、めっちゃめんどくさかったんだよね。うん。エアコンの中にさ、フィルターがついてんだけど、そのフィルターに、夏の期間に溜まったホコリが、もうたくさんついてて、で、しかもエアコンのパーツを分解して汚れを取んなきゃいけないんだよ。うん。それがね、すごいめんどくさくてさ、で、わざわざね、買い物をして、その、エアコンをきれいにするための雑巾とか、洗剤とか、そういうものを買わなきゃいけなかったから、うわぁ、こういう掃除ってめんどくさいなって思うんだけど、また加湿器で同じようなお手入れをしなきゃいけないのかと思って、その時はね、すごいショックだったね。うん。だってエアコンの掃除する時がすごいめんどくさかったからね。
で、加湿器の取扱説明書がネットにあったから、それについてね、詳しく調べてみたんだよ。どうやって加湿器を掃除すればいいかっていうことについて、その、説明書、取扱説明書を見て学びました。で、しつこい汚れについては、クエン酸を使うといいって書いてあったんだよね。あとはお酢とか。そう。酸性のものを使って、その、固体を、分解してくださいって書いてあったんだよ。その固体のことをね、カルキって呼ぶんだけど、そのカルキを洗剤を使って、酸性の成分を使って落としてくださいって書いてあったんだよね。で、それを、水に、ちょっと待って。酸性の、液体を加湿器の中に入れて、加湿器を起動させて、15分くらい動かしてくださいって書いてあったの。そしたら、加湿器の中のカルキがなくなりますって書いてあったわけ。で、僕はね、酸性の液体を作るために、クエン酸の粉を買いました。クエン酸。いや、日本語でさ、クエン酸って言うんだけど、英語でなんて言うんだろうわかんない。なんて言うんだろう。とにかく日本語でクエン酸って言います。で、100円ショップにはね、もうクエン酸の粉が売ってるんだよ。で、そのクエン酸の粉を買ってきて、水に混ぜるんだよね。で、その酸性の、液体を加湿器の中に入れて、その加湿器を起動させるんだよ。で、説明書に書いてあった通り、15分、動かして、中の様子を見てみると、カルキが確かに溶けてたんだよね。いや、完全に溶けてるわけじゃないんだけど、見るからに中のカルキの量が減ってたの。すごいなと思ったよね。昔小学生の頃かな、中学生の頃かな、酸性の液体とアルカリ性の液体を混ぜるっていう、そういう実験をやったんだけど、完全にそのことを思い出したよね。懐かしいなと思って、理科の実験の時はさ、移動教室をしなきゃいけなくてさ、結構めんどくさいんだよなとか、そういう、その学生時代の思い出をもう一通り思い出したんだけど。だけど、なんかね、完全にはそのカルキも、溶けきらなかったんだよね。だいぶマシな状況にはなったんだけど、すべてが溶けきるわけではなかったんだよね。で、自分でね、頑張って爪で削ったりしてみたんだけど、完全にそのカルキを取り除くっていうことはね、困難だったんだよね。ちょっと待って。カルキっていう言葉が正しいか確認させて。一旦。やっぱりカルキって言うよね。水垢とか、カルキって呼ぶらしいね。この、加湿器につく汚れのことを。ただね、僕さっき言ったみたいに、僕の加湿器10月に購入したんだよ。で、2ヶ月経たないうちに、もうカルキがめちゃめちゃ溜まったわけ。そこでね、僕は、すごい、残念な気持ちになったよね。これ2ヶ月に1回も手入れしなきゃいけないのかよと思ってさ。いや、めんどくさいなと思って。だからね、加湿器を選ぶときに、手入れのしやすさをね、もっと重視して買えばよかったなと思っててさ、もうさっきも言った通り、僕の加湿器、内部構造がだいぶ複雑なんだよ。いや、だからもうちょっとシンプルな構造をしてる
加湿器を買えばよかったなと思ってさ、まあそれがね、すごい、まあ後悔してることなんだけど、まあでもね、こういうのは一回体験してみないとわからないからね。まあ人生って何事も経験が重要じゃん。うん。だから、まあ、同じ失敗はね、二度は犯しません。うん。多分だけど、僕が、まあもう一回、っていうか、次に加湿器を買わなきゃいけないっていう、そういう状況になったら、内部構造がね、シンプルで掃除しやすいものを選ぶと思います。うん。で、実はね、この、加湿器を掃除するときに、YouTube でいろいろ動画を調べたんだよ。もう最近はね、もう便利な世の中になったからね、加湿器の、まあ、掃除の仕方とか、手入れの仕方を YouTube で紹介している動画ってたくさんあるんだよね。うん。だから、いろいろ調べてみたんだけど、どの動画に、出てくる加湿器よりもね、僕の加湿器が一番内部構造が複雑だったね。だからね、なんか、正直参考にならなかったね、その動画が。そう。で、ね、もう完全にカルキを取り除くことっていうのは無理だったから、だからね、多分2ヶ月経たないうちにまた掃除しなきゃいけなくなるんだと思うけど、なんかすごいめんどくさいなと思ってね。またクエン酸を水に溶かして酸性の液体を作って、それを加湿器に入れるっていう。そういうなんて言うんだろうな、複雑な作業をしなきゃいけないから、まあそれが僕はね、本当に憂鬱なんだよね。うん。もう僕はね、できればね、もう生活のすべてを自動化したい。うん。エアコンもね、いちいち寒いからって電源をつけたり、電源を消したりするのをめんどくさいんだよ。うん、だから僕がちょっと寒いなとか思った瞬間に自動でね、エアコンがオンになってくれればいいなって思うんだけどさ。まあ僕の部屋についてるエアコンはね、なんかその音声認識機能とかがついてないからね。うん。まあ今はね、まあいろいろあるみたいだよね。エアコンの中にも種類が。例えば、その暖房をつけてとか、そういう言葉を発するだけで暖房をつけてくれるエアコンとかね、まああるんだけど、まあどんどんね、便利な世の中になってほしいな。だから、加湿器も、そのお手入れがいらないスチーム式の加湿器がもう出てほしいわ。うん。もう、なんて言うんだろうな、水道水にさ、ままあ、ミネラルが含まれていて、まあそこからね、その固体が発生してしまうっていうのは、まあその原理はわかるんだけど、まあ例えば、そうだな、自動でそのカルキが排出される仕組みになるとか、まあ、そういう加湿器がね、これから登場したら絶対僕はその加湿器買う。うん。はい。で、だから、もう最近はね、もう本当にたくさんの方が僕の YouTube のポッドキャストを聞いてくれるようになったんで、もしね、その加湿器を仕事で開発しているよっていう人がこの中にいたとしたら、まあ、ぜひね、まあ、お手入れをする必要がないスチーム式の加湿器を買ってください。作ってください。うん。そしたら僕それ買いますから。はい、よろしくお願いします。はい。もう加湿器の話だけでだいぶ長い時間話しちゃったんだけど、まあそれくらいね、加湿器って不便。で、加湿器が不便だから、冬っていう季節自体も嫌いっていう僕のお話でした。はい。で、冬が不便だなと感じる事柄。二つ目は、エアコン。はい。さっきね、もうすでに話したよね。その冬、エアコンの暖房を使うために掃除をするのがめんどくさいっていうことはもう話したんだけど、もうそれ以外にもね、もうエアコンってなんかめんどくさいなって思うこと多くてさ、そもそもね、エアコンの使い方が難しい。エアコンを使った温度調節が難しい。うん。
ちょっと水飲ませて。ちょっと今日のポッドキャスト、気合が入ってて、なんか若干いつもより大きな声で話してるから、喉乾くわ。うん、ちょっとごめん、ちょっと水飲まして。水が今日も美味しい。OK。で、そう、エアコンの話をしてました、僕はね。温度調節が難しいんです。エアコンは。特に冬。起きてる時はいいんだけどね。寝てる時の使い方が特に難しいんだよね。で、寝てる時ってさ、体が冷えてしまうことが多いんだよね。僕の場合は。で、友達はね、もう寝るときはエアコンつけないですっていう人もいるんだけど、僕はね、エアコンをつけなきゃいけないなっていう時があるわけ。で、その理由は、僕の部屋の、掛け布団がね、薄いんですよ。うん。で、冬は、その分厚い掛け布団をみんなかけると思うんだけど、分厚い掛け布団を持ってるとさ、かさばるじゃん。うん。だからそれが嫌で、できるだけ、なんて言うんだろうな、例えばね、分厚い掛け布団を持ってるとしたら、夏の間どっかに収納してなきゃいけないじゃん。うん。で、その収納スペースがとてもなんて言うんだろうな、惜しいというかさ、掛け布団のためにスペースを消費したくないわけ。だから僕は分厚い掛け布団を持ってないんだよね。だから、分厚い掛け布団を持ってない分、部屋を暖かくしてないと、寝てる間、もう体がね、冷えてきちゃうわけ。うん。だからエアコンを使ってるんだけど、起きるタイミングでね、僕が朝目覚めるタイミングでエアコンをつけるっていうのをやろうと思ってるわけ。うん。なんでかっていうとね、その起きるときに、うわ、寒いって思うとなかなか起きれないからなんだよ。で、起きるタイミングにエアコンが起動するようにタイマーを設定しておくんだよね。うん。そうするとさ、朝の早い時間帯にエアコンが起動し始めるわけ。で、その音でね、起きちゃうことがあるんだよ。いや、本当に起きちゃうことがあるんだよ。うん。で、エアコン本体の、なんて言うんだろうな、パーツが動く時のウィーンっていう音もうるさいんだけど、もっとうるさいのがね、室外機の音。いや、室外機ってうるさくないかあれ。うん。で、室外機もね、音がうるさい時と、うるさくない時があって、で、室外機の、音がうるさい時っていうのは、外がめっちゃ寒い時らしいのね。うん。外の空気が冷たすぎると、室外機の音がうるさくなるんだよ。で、理由は、温度を上げるためにたくさんのエネルギーを必要とするからなんだよ。うん。だからね、エアコンが起動する時の音って結構うるさいなって思ってるんだけど、ただね、こうやって寝てる時はエアコンをつけて暖かくした方がいいって言ってるんだけど、あの入眠する時だよね。その眠りに入る時っていうのは、室温はちょっと低い方がいいっていうのを聞いたことがある。うん。あの、一時期ね、僕、睡眠について、もう勉強することにハマっててさ、一時期、睡眠についての YouTube ばっかり見てたんだけど、それによるとね、入眠時、うん。入眠時は体が冷えていく過程でね、リラックスすることができるらしいんだよ。うん。だから、サウナに入った後は入眠しやすくなるらしいんだよね。ちなみに、僕はね、昨日もサウナに入ってきました。うん、サウナに入ってきたからね、今はもうとっても、今はっていうかサウナに入ったから、昨日はね、ぐっすり眠ることができたんだけど、で、
まあ、室温をね、まあ、入眠するときは、低めに保ちたいと思ってるわけ。で、起きるときに、室温をちょっとあったかめにしといた方がいいなと思ってるわけ。うん。で、まあ、入眠時にさ、室温を低くしようと思ったらさ、というか、ちょっと寒い状況を作ろうと思ったら、半袖短パンで寝るのがいいかなと思って、一回半袖短パンで寝てたんだけど、さすがに寒くてね。うん。で、長袖のパジャマを買ったんだけどさ。でさ、今聞いてるみんなが思ったことわかるんだけど、さっきから僕結構尻滅裂じゃない寝てる時に、その入眠時は寒い方がいいとか、朝起きる時は暖かい方がいいとか、いや、寝てる時はずっと暖かい方がいいとか、さっきからさ、なんか結構矛盾したようなことを話してるじゃん。そうなんだよ。もう僕でもわからなくなってるっていうね。もう室温を暖かくすればいいのか、下げた方がいいのか、エアコンの音がうるさいからエアコンは使わない方がいいのか、それとも朝になってエアコンをオフにする方がいいのか、オンにするのがいいのか、もうそこら辺もよくわからない。で、それを考えてる時間が無駄なんじゃないかって思ってきて。いや、本当に。これをね、考えるのも、もうすごいなんか、めんどくさいっていうかうん。いや、なんかすごいめんどくさいなって思うことがある。エアコンに対してね。じゃあ、今までじゃあ加湿器とエアコンについて話した。この二つがすごい不便だと。この冬っていうのはね。まだまだあります。外が寒すぎる冬は。うん。外が寒すぎて、外に出たくないね。うん。一日中ね、家で過ごしていると、もう外に出る気力がなくなってくるじゃん。うん。で、睡眠のために、いい睡眠をとるために、サウナに行ってるよっていうことは話したんだけど、そのサウナにさえ寒くて行く気力がなくなっちゃうっていうことがありまして、まあ僕の家からね、僕がいつも行っているサウナまでは割と距離があるんだよ。うん。割と距離があるから、うわー、今日サウナ行きたいけど、外寒いから家出たくないなと思ってサウナに行かないこともある。うん。で、まあそれと比べてさ、まあ夏はね、休日は本当にたくさん散歩をしてたんだよ。うん。なんかもう本当にたくさん歩き回ってたわけ。もう2時間とか3時間とか長い時間を1回の散歩で費やしていることもあるくらいだったんだよ。うん。ただね、今はそういう散歩とかを全然しなくなったから、そのせいかね、なんかね、ちょっと足の筋力が落ちてるんじゃないかなって思うことあるわけ。これ本当に。うん。僕さ、毎日筋トレしてるんだよ。うん。で、毎日筋トレしてるとね、あの、持ち上げられる重量ってどんどん上がっていくはずなんだよ。うん。だけどね、下半身で持ち上げることのできる重量が最近あまり変わってない。本当に。うん。まあ、どういう種目かっていうと、まあ、スクワットだよね。下半身を使って持ち上げる筋トレって。うん。スクワットで持ち上げる重量がなかなか上がらなくなったと思う。うん。いや、もちろんさ、その、僕、ご飯を食べる量をあまり増やしてないから、その食べる量を増やさないと筋肉がつかないっていうことも分かってるんだけど、いや、それにしてもね、筋力がつきづらくなった。特に下半身。うん。いや、これ多分だけどさ、散歩してないからじゃないかなと思って。で、しかも、スクワットで僕が持ち上げられる重量って、実はね、今僕がスクワットで持ち上げている重量って、僕が高校生の時に持ち上げてた重量より軽いんだよ。
で、何が言いたいかっていうとさ、やっぱり高校生の時って部活をしたりだとかして、もう毎日走り回ってたから、足の筋トレをしなくても、勝手に足の筋力がついてたと思うわけよ。うん。まあ、ただ、今はね、もうそうやって走り回ったりとかすることなくなったから、足の筋肉をつけるタイミングっていうのが、そうやってジムでスクワットをするときぐらいしかなくなってると思うんだよ。うん。だからね、筋力がつきづらくなって、スクワットで持ち上げられる重量も上がらなくなってきたということで、だから冬はね、外に出たくないから、それによって筋力も落ちてくるっていう、そういう悪い側面があると思う。うん。はい。そして次の冬の僕が、その次の僕が冬が不便だなと思う理由はですね、一日がとても早く終わる気がするということで、外がね、暗くなってきたら、今日一日も終わりかって思うじゃん。あのタイミングがめちゃめちゃ早い。うん。いや、今日も一日終わったかーって思ったら、まだ午後4時なのみたいになるんだよね。うん。夏だったらさ、夜7時とかになってもう完全に外が真っ暗になるから、そこでね、今日一日終わったかと思ってたんだけど、今はね、もう午後4時で、一日終わったんだなって思う。まあ理由はね、もうわかると思うんだけど、日照時間が短いからだね。もう日が落ちる。太陽が落ちる時間が夏と比べて早いからね。で、昔ね、僕実は、北欧の北極圏の地域に行ったことがあるんだよね。で、なんでそこに行ったかっていうと、オーロラを見るため。うん。で、冬の、そういう北極圏の地域ってさ、日が出てる時間がめっちゃ短いでしょ。で、僕が行った時はね、日照時間がたったの20分だったのを覚えてるね。20分だけって思って。それ以外はずっと外が真っ暗で、ずっと夜にいるみたいな気分だったんだけど、うん。で、これでね、こういう、なんて言うんだろう。北欧の北の方の地域では、日照時間が冬は短いっていう情報が、あるじゃん。それに対して、日本で言われている情報だとね、北欧は日照時間が短いから自殺率が高いって言われてるの。やっぱり、太陽の光を浴びてないと自殺しやすくなるんじゃないかっていう、そういう、意見が日本の中であるんだよね。うん。でも確かに北欧の国々の自殺率って、世界の中では高い方なのよ。うん。日本も実は自殺率高いんだけどさ、これって本当なのかな。そうやって考えると、やっぱり太陽ってずっと出てる方がいいんだと思う。うん。やっぱりね、太陽の光を浴びてた方が元気出るしね。うん。だから、一日がとても早く終わるとね、今日一日終わりかって思うとね、あの、なんだろうな、もうやる気が出なくなってくるっていうか、仕事をしてても、もう今日一日終わりだからもう仕事したくないなっていう、そういう気分になってくるわけよ。だからね、それもすごい不便だなって思うのと、で、家の外が寒い。単に、気温が低いっていうことに関して言えばね、冬は手がかじかむじゃないですか。手がかじかむ。もう僕もね、今はマシだけど、もう小学生の頃とかはね、この手のひらじゃない、手の甲の皮がめくれたりして、冬は大変だったんだけど、手がかじかむとするとさ、手袋を買えばいいじゃんって思うでしょ、外を歩くときに。でもそういうわけでもない。そういう問題でもないんだよね。まず、手袋をつけると、スマホ操作できなくなるでしょ。で、私たち現代人って、
スマホを触らない生活って考えられないでしょ。ちょっともう一回水飲ませて。喉乾いた。だって、街に出ればさ、スマホを操作してない人って基本的にいないよね。どこにも。電車の中にいてもみんなスマホいじってるし、歩きながらスマホをいじってる人もいるしさ。で、スマホを操作できなくなるから僕は手袋嫌い。でもその一方で、スマホ操作を可能にする手袋っていうのもあるよね。で、どういう手袋かっていうと、この指の部分の素材がすごい、なんていうんだろう、特殊で、スマホをタッチした時に、スマホが反応するっていう、そういう手袋がある。でもね、ああいう手袋を僕持ってた時期もあるんだけど、ああいう類の手袋って、なんかさ、なんか、タッチ操作が正確に反応しなくない？うん。で、まあ、他にもいろいろ種類は手袋の中にはあるよね。その指の部分だけ出せる手袋もあるよね。でもあれなんかデザインダサいなと思っててさ。うん。なんか、まあ、女の子でそういう手袋をしてる人見たことあるんだけど、男性でそういう手袋をしている人見たことないなと思ってて。まあ、だからね、僕は、まあ、とある結論に達したんだよね。まあ、冬って手袋をつけたいけど、つけない方が便利なんじゃないかなって。理由は、まあ、スマホが触れなくなるからね。で、まあ、たとえね、手袋をつけなかったとしても、手がかじかんで、文字を打つのが遅くなるんだよ。なんかさ、指が全然動かなくない冬って。うん。あれがすごい不便だなと思ってね。で、前の出来事なんだけど、あの、まあ、家からね、まあ、ちょっと離れた店に買い物をしに行こうと思ったんだよ。うん。で、なんか、その家からその店までの距離感が絶妙で、なんか徒歩で行くと遠いなっていう距離だったわけ。で、まあ今はね、日本はね、レンタサイクルがどこにでもありますから、じゃあ自転車を借りて、その店に行こうと思ったんだよ。たださ、その時にね、僕は思いとどまったんだよね。で、理由は、自転車に乗ってる時ってさ、その自転車の速度が速くて、その手に当たる風もたくさん発生するわけじゃん。でそしたらさ、手がすごい冷えちゃうでしょ。うん。手がかじかんじゃいそうじゃん。で、まあ、じゃあ、その自転車に乗るときだけ手袋をつけようかなとか、そういう風に思ったんだけど、この家の中のどこに手袋があったっけっていうあのまあ、僕の家のどこに手袋があるのかさえ、ちょっと忘れてしまいまして、まあ、そのくらい僕はね、最近手袋をつけてないんだけど、まあ、結局ね、まあ、友達と車でそのお店に行きました。はい。だからね、まあ、手袋はできるだけつけたくない。うん。で、手がかじかむ。うん。だから僕は冬が嫌い。はい。じゃあ、最後の理由いきましょう。うん、僕が冬が嫌いな理由。はい。最後の理由はですね、荷物が多くなるということです。冬は荷物が多くなるよ。うん、夏と比べて荷物の数が全然違うよね。例えばね、友達と出かけるときを想像してみてね。友達とドライブをしに行きます。まあその時にね、まあ、待ち合わせ場所までは上着を着ていくじゃん。冬って。冬ってさ、外が寒いから上着を着るしかないでしょ。上着を着ていくんだけど、その後ね、車の中に入ると暖房が効いてるから、
もう上着を脱ぐんだよね。で、その間、その上着をどこに置いておけばいいんだっていう話だよ。で、例えばそのドライブをするときに、車が結構小さかったとするじゃん。小さい車でみんなで一緒にドライブしに行こうってなってたとするじゃん。で、その小さい車で、例えばね、その4人とか5人とかで一緒にお出かけしに行くってなった時は、その荷物を置いていくスペースが全然ない。で、その時に、その自分の上着を自分の、お腹の上に乗せておくとか、自分の膝の上に乗せておくのってちょっとめんどくさくない？めんどくさいっていうか、邪魔だよね。だから、その暖かい環境に行った時に、その上着をどこに置いていけばいいんだろうっていうので、迷っちゃうんだよ、冬は。うん。で、同じ問題がね、電車でも起きますよ。東京の電車ね、なぜかね、冬の間、室内が異常にあったかいと思う。いや、そこまで暖房の温度を上げなくてもいいんじゃないって思うくらい、東京の電車って暖かすぎる。冬の間。うん。だから、例えばね、その友達と、一緒に遊ぼうってなった時に、電車で移動する時あるじゃん。で、電車に乗る前、だから例えば、プラットフォーム上とかでは、すごい寒いんだよ、基本的に。寒いからさ、その上着を着てるじゃん。ただ、その、電車に乗った瞬間に、この上着もう必要ないなって思うわけ。で、それで脱ぐんだよね。で、脱いだらさ、その自分で手にその上着を持っておかなきゃいけないじゃん。で、その間さ、その腕の筋肉も使うじゃん。で、実は今日さ、腕のトレーニングしたから、今日みたいにね、腕のトレーニングをした日って、その腕が疲れてるわけ。で、腕が疲れてるのに、腕で、その自分の上着を持たなきゃいけないわけよ。苦痛だよね。いや、本当にね、日本の東京の電車暖かすぎると思う。だって、みんな出かけるから、みんな電車に乗ってるってことは、みんなお出かけをしてるってことじゃん。で、みんなお出かけをしているっていうことは、上着を着てるってことじゃん。外に出るから。で、みんな外でも耐えれるような暖かい服装をしてるから、電車の中はね、そこまで、その家の中みたいに温度を上げなくていいんじゃないかなって思うんだよな。いや、みんなの中にも、その冬に東京に来たことがある人だったら、この気持ちはね、すごい、共感してくれると思います。で、上着を脱ぐのがめんどくさくて、上着を着たまま電車の席に座るとね、日本の電車って、例えば東京の電車だったらね、東京の在来線だったら、ドアとドアの間に長い、7人乗りのね、長い椅子があるんだよ。で、その椅子、一人当たりのスペースが結構狭いんだよね。幅が狭い。で、例えばね、すごいガタイがいい人。で、日本人って結構さ、スリムじゃん。痩せてるし、身長もちっちゃいじゃん。だから日本人にとっては、その大きさで十分なスペースなんだけど、海外の、ガタイがいい人とか、身長が高い人にとっては、結構幅が狭めなんだよね。その東京の在来線の椅子って。で、冬の季節ってみんな上着着たまま座ってる人もいるわけ。そうするとね、隣の人に結構当たるんだよね。で、僕ね、隣の人に自分の服が当たっちゃうと、なんか申し訳ないなって思っちゃうタイプの人間だからさ、隣の人にね、僕の上着が当たっちゃうと、すみませんって心の中で思ってるんだよね。はい。そういうわけで、はい。今までね、何個話したっけ？
大きく1、2、3、4、5、6個話しましたよ。加湿器の手入れが不便。エアコンの温度調整が難しすぎる。外が寒すぎて外に出たくない。日照時間が短くて一日がとても早く終わる気がする。手がかじかむというね。6つじゃないか。1、2、3、1、2、3、4、5、6。あとは荷物が多くなるということで。もうこんなに冬が嫌いな理由があるんだよ。で、改めて、そう考えると、夏で不便なことって全然なくないですか？皆さん。まず、冷房ってね、てか僕はね、冬はエアコンで暖房をつけます。で、夏はエアコンで冷房をつけるんだけど、冷房ってさ、そこまでうるさくない気がする。うん。冷房はそこまでうるさくない。で、夏って、外が暑いじゃん。日本の夏なんてもう最近は本当に暑いですよ。もう平気で35度以上の気温になりますからね、東京の夏っていうのは。で、すごい暑いんですよ。気温は暑いんだけど、その分体が動く。さっき話したみたいに、冬はね、もう手がかじかんじゃって、文字も打てない。そういう状態になりますよ。でも夏って、そうなることまずないよね。うん。もう夏はもうずっと体が動きます。うん。体がすごい動きやすい、夏っていうのは。で、そうだ。冬と比べて夏はね、感染症が流行しないね。うん。日本の夏はもうジメジメしててね、蒸し暑いですから。やっぱり冬はね、乾燥してしまって、そのインフルエンザとかが流行るんだよね。で、インフルエンザの予防接種ってさ、なんか不快じゃん。うん。いや僕もね、別に昔からその注射すること自体は嫌いではないんですよ。でも好きではない。あの、インフルエンザとかさ、コロナウイルスのさ、ワクチン注射するときさ、緊張しない？うん。あれこれからどんくらい痛いんだろうとかね。注射する時間って多分さ、1秒とか2秒とか、そのくらいのもうすごい短い時間なんだけど、その一瞬ですごい緊張しない？うん。で、あれをね、もう体験するのが嫌で、冬に入る前に、インフルエンザの予防接種って受けた方がいいんだろうけど、なんか、やらなくていいならやりたくないよね。そう。それと比べてね、夏は流行しませんからね、感染症っていうのは。だから、なんか夏、絶対に冬よりいいでしょ。どう？多分だけど、このポッドキャストを聞いている人の中には、僕に反論したい人いっぱいいると思うわ。いや、二郎さん、絶対に冬の方がいいですっていう人もいると思う。どう？みんなは。どっち派？夏派？冬派？うん。もう今日はね、本当に、もう論理的にね、冬よりも夏の方がいいっていうことを話したからね。もう、だって6個も冬が嫌いな理由話したからね。うん。で、今日はね、12月の20日です。はい。で、12月の後半だよね、今は。で、12月の22日。で、このポッドキャストが、いつアップロードされるかはわからないんだけど、12月の22日が冬至らしいね。うん。冬至ということは、1日で一番日照時間が、間違えた。冬至はね、1年で一番日照時間が短い日ですからね。ということは、
これからどんどん日照時間が長くなるよということで、これは嬉しいね。うん。もうやっぱり太陽が長い間出てる方がいいからね。うん。ただ太陽が長い間出てることの、デメリットといえば、朝5時とか6時にもう外が明るくなってるから、朝目覚めやすくはなってしまうよね。うん。たくさん寝たいけど、目覚めやすくはなってしまう。それくらいじゃないか？夏が冬よりダメな点って。うん。そのくらいだよね。いや、ちょっと他にもね、何かあるかなって考えてみたんだよね。冬が夏よりも優れている点ってなんだろうか。イルミネーションが綺麗とか。でも、イルミネーションってさ、その人々が冬にやってるだけであって、別に夏もやろうと思えばできるよね。うん。自分の家の中をさ、ライトアップしたりっていうのは簡単にできるじゃん。でもあとはどうだろう。星が好きな人とかにとってはもしかしたら夏よりも冬の方がいいのか？冬の方がさ、空が澄んでて星が見やすくなるよね。うん。あとはなんだろう。クリスマスがあるっていうことがいいのかな。でも、日本はね、冬にクリスマスがあるけど、オーストラリアとかニュージーランドではクリスマスって夏にあるからね。だからクリスマスは関係ないでしょ。って考えると、冬が夏より優れている点は、ないね。なくない？その、夏は暑すぎるから冬の方がいいとかはあると思うんだけど、それって冬が優れているんじゃなくて、夏がダメってだけじゃん。うん。だから冬だからこそこれがいいみたいなのって特にないんじゃないかな。でもなんかファッションが好きな人とか、コーディネートが好きな人とかにはいい季節なのかな。僕は服に全く興味がないから、夏はね、半袖半ズボンで十分でしょ。ただ冬って上着を着たりだとかインナーを着たりだとか着る服の種類が増えてくるよね。うん。って考えると今日どの服着ようかなとかそういうことを考える人にとってはもしかしたら冬の方が夏よりもいいのかもしれない。うん。いやー難しいね。さっきからね、こうやって話してて気づいたのは何かっていうと、秋と春が最高なんじゃないかっていうね。暑くもなく、寒くもなく、ただただ自分が過ごしたい服装でいることのできる秋とか春が一番いいんじゃないかっていう、そういうことに気づいたね。そううん、でもなんか今年の秋はちょっと短かった気がする。今年はね、秋が短かった気がする。夏の季節からすぐね、冬に切り替わってしまった気がするから、今後はね、秋とか春の時間帯が1年の中で増えてほしいなとは思うけどね。うん。まだ12月ですから、1月とか2月がすごい寒いよね。で、3月になってくると、どんどん暖かくなってきて、僕のテンションも上がってくる季節になると思うから、早くそんな季節が来ることを願って、年越しをしたいと思います。そうだね、年末だね、そういえば今。そろそろ2026年が来るよね。うん。次2026年だよね。間違ってないよね。うん。はい。ポッドキャスト、どうだろう。次のポッドキャストは年明けになるのかな。そんなことはないかわからないけど、とにかく、はい。本日の
ポッドキャストは以上にしたいと思います。冬がいいか夏がいいかについてというか、冬がいかにダメな季節なのかについてお話ししましたけども、皆さん楽しんでいただけましたか？はい、ということで、次回のポッドキャストを楽しみにしていてください。今日のポッドキャストはこれで終わりです。次回のポッドキャストも同じこと言っちゃったから、バイバーイ。